今回の動画では近日中に開催が予定されている新イベント、多次元協力ロドス防衛協定の紹介及び解説を行っていきます。多次元協力ロドス防衛協定はアークナイツとしては初となるマルチイベントで、ドクターは他のドクターと協力してステージをクリアし報酬を手に入れるというモードとなっています。ロドス防衛協定を大雑把に説明すると上記の通りとなっており、基本的には通常プレイ時と同じく、ドクターは防衛ラインに敵を通さないことが目的となりますが、ステージは一つではなく上層と下層に分かれており、各ドクターがそれぞれの層を担当するという形になります。ステージは全3種類、難易度は各ステージ3種類ずつ存在しており、当然ながら難易度が高ければ高いほど敵は強力となり、数も増えていきます。そしてロドス防衛協定には通常のイベントにはない様々なルールが存在しています。詳細なルールについては後ほど紹介をさせていただきます。それでは実際にどのような形で防衛協定を進めていくのか紹介をしていきます。ロドス防衛協定のイベント画面は上記の画像のようになっており、画像左は今回のイベントでプレイすることができるステージで、上から順番に配給地海山街、古老廃城高等、廃墟工業基地となっており、それぞれ上層と下層のステージと低負荷、高負荷、超負荷の難易度が存在します。なお、生放送にてプレイしていたステージは廃棄工場基地の高負荷となっているので、さらにもう一段階上の難易度があることになります。そして画像右側は上からルーム作成、部屋検索、ランダムマッチングとなっています。それでは各項目の詳細について紹介していきます。まずはルーム作成から。ルーム作成ボタンをタップすると上記の画像のような画面が表示され、どういった内容でルームを作成するかが表示されます。上記の画像であれば配給地海山街の超負荷を選んでいることになり、残りは画面右側の上層か下層かで自分がプレイしたい層を選択すればルームが作成されます。ルーム作成後はルーム画面に移行。ルーム作成者は相手を待つ段階となります。この際、ルーム番号が生成されるので、画面右上にある数字と英語の羅列をコピペすることで、戦友ではないプレイヤーもこの機能を使用することでルームに参加することができます。なお、ルーム作成とランダムマッチングは別のマッチング方法となっているので、ランダムマッチングのプレイヤーがルームにいきなり乱入してくるということはありません。あくまでもルーム作成機能は戦友やフレンドと一緒にしたい場合の機能となります。フレンドや戦友が建てた部屋に参加したいプレイヤーは部屋検索機能を使用します。部屋検索機能は上記の画像のような形となっており、画面上の入力欄に先ほど紹介したルームの番号を入力するか、画面下付近に表示される現在立っている戦友の部屋を選択することで、先ほど紹介をしたルームに移動することが可能となります。なので、戦友と一緒にプレイをしたいのであれば、どちらかがルームを立ててリストをタップすることで一緒にプレイすることができ、戦友ではないけれども、特定の人物と一緒にプレイをしたい場合、例えば SNS や掲示板などで相方を募集する場合は、どちらか片方が部屋を立てて SNS などにルームナンバーを貼り付けて、その部屋に入ろうと思っているドクターは貼り付けられているルームナンバーをこの画面に入力するという形になります。なお、ルーム内で上層と下層の担当切り替えをすることはできないので、ルームを作成する前にどちらがどの層を担当するかは決めておきましょう。続いて、ランダムマッチングの方法について紹介。戦友や友人と防衛協定をプレイしない場合は、ランダムマッチングを使用することで、見知らぬ人たちと一緒に防衛協定をプレイすることができます。ランダムマッチングでも基本的にはルーム作成と選択する項目は同じで、どのステージでどの層をどの難易度でプレイするかを選択することとなります。選択後は右下にある黄色いボタンをタップすることでマッチングが開始。条件に合うプレイヤーがいればルームが自動で作成されマッチングします。なお、条件は複数選択することができるので、上層でも下層でもどちらでもいいという場合は、両方を選択することでどちらかの層がランダムで選ばれることとなります。そして少し画面を戻してルーム画面では使用する編成を選択して右側の編成完了ボタンをタップし、相方の準備が完了したのであればステージが開始されます。
その後は基本的には敵を防衛ラインまで到達させないことが目的となりますが、上層と下層では役割が異なっており、上層は敵を逃してしまっても防衛ラインのポイントは減りませんが、上層と下層のギミックは連動しており、なおかつ基本的には上層がギミックを処理しなければならず、上層がきちんとギミックを処理しなければ下層は大打撃を受けることとなります。一方の下層はギミック処理自体はそれほどありませんが、上層が逃してしまった敵は下層にて出現することとなり、下層は防衛ラインを突破されると耐久値が減少してしまうので、いわばゴールキーパーのような役割となっています。そのため極端な話をすれば下層が無双すればクリアは可能なわけですが、かなり厳しいところがあるので協力はほぼ必須です。なお、上層から流れてくる敵は通常の出現ポイントからは出現せず、今流れている映像は下層での映像なので、巨像は上層から流れてきた敵ユニットとなります。図を用いてステージを紹介すると、このような形となっており、上のステージが上層、下のステージが下層となります。実際の敵はより複雑なルートを通ることにはなりますが、例えば敵がこのようなルートを通り、上層での防衛ラインに到達した場合、下層のステージ右側にある階層移動マスから上層を抜けた敵と全く同じの敵が出現することとなります。そのため上層が逃せば逃すほど下層の負担は増加していきます。その他にも防衛協定独自の仕様として時間制限が存在しており、1ステージにつき15分以内にクリアすることができなければ強制的にクリア失敗となりステージ終了となります。その他にも倍速ができなかったり、一時停止は双方が了承すればできたり、どちらかが一時的に接続が切れてしまい、ステージから抜けてしまっても一定時間なら戻れたりと、かなりマルチに寄せた仕様となっています。なお、接続に関してですが、すぐに再接続させたなら戻ることはできますが、片方しか切断されていないのであれば、進行は一時停止することはありません。切断されている間は、切断されている側のプレイヤーが操作していたオペレーターなどは、もう片方のプレイヤーが操作するということは一切できず、通常攻撃のみとなってしまいます。そして、両方とも同時に切断されてしまった場合は、ステージの進行は一時中断し、一定時間以内に再接続することで再開することができます。なお、あまりにも切断回数が多い場合は、一定時間ランダムマッチングを使用することができなくなるので、注意が必要です。ちなみに、通信プレイである以上、ラグが発生するのですが、だいたい遅延が100ミリセカンドを超えてきたあたりで、実感できるほどには配置やスキル発動に遅れが生じるので、防衛協定をプレイする際はできるだけ、通信環境が良い場所でプレイすることをお勧めします。以上が防衛協定ステージの大まかな仕様となります。なお、防衛協定では報酬も用意されており、任務の内容は特定のステージを一定回数クリアしたり、ギミックを使用したりなど、内容としてはそこまで難しいものではありません。また、報酬も素材やレインボー6シージコラボのショップで使用できるポイントなどのみで、勲章といった限定アイテムはないので、極論、一切防衛協定をプレイしなくても問題はありません。個人的にはかなり好き嫌いが分かれるイベントにはなっていると思うので、防衛協定はしないという形もありかとは思います。なお、防衛協定に関しては、今回はシステムの使用上、相手に迷惑をかけてしまうことになるので、攻略動画は同行者は出さないかもしれませんがご了承を。最低でも低レアの攻略動画は出さないかと思います。以上で、多次元協力、ロドス防衛協定の紹介及び解説を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるのでチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。